さあ、時間になりましたね。はい、開始されました。はい。開始されました。皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。第2大丈夫そう回、ですね。はい、建築情報学会ミートアップ第2回始まりました。はい。じゃあ、始めますね。よはい。し。じゃあ、前回、ボリューム1に引き続き、私、竹内一生と、夏木さんで、はい。MC の方を担当させていただきます。よろしくお願いしまよろしす。くお願いします。なんか先ほどの打ち合わせで私は急になんか2つ名をつけられたそうですね。んですけど前に出る事務局ということでそれ2つ名でいいの？2つ名でやっていきたいなとはい。思います。私の方はい。は補佐をしています。いや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 。初めましての方もいると思いますので、ざっくりとまた自己紹介したいなと思うんですけど、そもそも竹内さんの方は2つのないんですか？2つ敏腕 名はです MC とかつけね、ときます。やばいですね。私じゃの方がですね、そうですね、皆さん、今日もいろんな発表で、ゲームエンジンの話とか出てくると思うんですが、Unity ですね、の方で建築をちょっと担当していまして、いろいろと、広く、Unity を使ったものを、紹介とかしている、そんな経緯で、こういうイベントを切り盛りするような、切り盛りというか、MC やらせていただいています。わかんないことあったら、DM でも何でもください。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。一星さんには建築情報学会のイベントタスクフォースとして、いろいろイベントのお手伝いとかですね、企画とかを手伝ってくださっている風な形になりますね。で、先ほどご紹介2つがありましたが、表に出る事務局として、私はですね、基本的な学会の事務的なというか、そうですね、裏方のことをいろいろやっております。で、ここにも書いてあるんですが、何でもやっぽい非エンジニアフリーランスということで、幅広く私も、そうですね、建築からモーションキャプチャーとかそういったところからガジェットとかそういうハッカソンアイデアソンとかのイベントの企画とか運営とかをしていたので、その経緯もあって今回も MC に借り出されている風な形です。はい。それでは早速ですね、そうですね、お願い事項をいきたいと思います。今回ですね、ミートアップ、前回も引き続きなんですが、ツイッターの方で、いろいろ皆さん、発信していただければいいかなと思っています。で、はい、ハッシュタ YouTube のグ、コメントも そうで OK すね。です。はい。ハッシュタグが、ハッシュタグ、建築情報学会で、つけていただけると、今日参加している皆さんだったりとか、あとは我々、あとは学会のメンバーですね、がみんな見ることができたりするので、ぜひ、ハッシュの方お願いします。で、登壇者の方でですね、スクショだったり拡散 NG の項目がある場合もありますので、そちらの方は、投稿しないようにお願いします。現状、今のところ、投稿禁止ないですね。とかは、今のところはうん。ないんですけれども、また登壇されている最中にそういうアナウンスがある場合がありますので、その際はお気をつけください。お願いします。で、今回、終了後ですね、情報学会、建築情報学会のですね、ディスコードの方で、懇親会もあります。こちら、学会員じゃない方も、今回参加できるようになっていますので、終了、この回が、終わるぐらいにですね、再度アナウンスさせていただくので、参加 URL だったりとかを、共有します。こちらもぜひ参加いただければと思います。はい。では、本日、アジェンダになります。まはい。ず、前説、今、ざっくりやっているんですが、前回の振り返りだったりとか、ちょっとお願い事項だったり、まだちょっとありますので、そちらを引き続き、MC の方から、共有させていただいて、本日ですね、メインセッションが2つ、あとは LT があります。メインセッション1がですね、笠谷さん、竹中工務店の笠谷さんの方から、スマートビルのシステムアーキテクチャ、そしてコモングラウンドリビングラボというところをお話しいただきます。で、セッション2が、MIT の酒井さんの方から、ハイプ、詐欺、NFT の緩い解説と建築都市データへの展開、議論というところをお話しいただきます。こちらはですね、結構
濃い内容になっていると思いますので、皆さん覚悟して聞いてください。もう2人のメインセッションからタイトルからしてすごい気になりますよね、両方とも。はい。で、そうですね。で、LT の方はですね、先週ぐらいですね、1週間前ぐらいに公開されたプラト都市の無料公開されたデータとかですね、っていうところをこう使っていろいろやっていただいている方だったりとか、あとは、学生さんだったり、たくさん、ありますので、こちらもぜひ楽しみに待っていていただければいいかなと思います。はい。今のところ4名のそうで LT すね。の登壇者の方ですね、今回はご応募いただいて、プレゼンテーで、ションいただきますと。はい。で、こちらの LT なんですけれども、やばい、これボリューム1になってた。すいません。ボリューム1で、講演された方だったりだとか、まだ、ちょっと難しいなって方もですね、3回目以降も、LT の枠、ガシガシ応募するので、ぜひ、1回目、2回目やったからもういいかなとかではなくて、どんどん、アップデートしていくような、ところで使っていただければいいかなと思っております。そうですね、ライトニングトークは本当に気軽にご参加いただければなと思っているので、学校の課題でこういうものを作ったけど、また発表の場が欲しいよみたいなところでも全然 OK ですし、会社に、所属されている方ですと、社内の規定でちょっと発表が難しいという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、個人で作られたもの、やってみたとか、やりたいとかっていうのは全然大歓迎なので、ぜひぜひご応募いただければなと思います。はい。はい。でですでは、ね、はい。実は、3日後ですね、4月12日に、この建築情報学会が本格稼働することを記念するお祭りが開始されます。はい。いきなり告知なんですが。建築情報学会、これは祭りでいいのかな？フェスタ。フェスタ、祭りですね。先日ですね、4月1日から、建築情報学会はようやく本格稼働することになりまして、皆様のご協力のもと、本格稼働開始されましたというふうな形でですね、委員会とか、理事の方とか、学会ってそもそも何やるのみたいなところとかが、多分まだわからないこととかお伝えしきれていないところがあると思うので、そちらについて、各委員会や理事の方とかからですね、ご説明や、ご紹介をしたいなと思っていて、祭りを企画しましたよ、祭りを。で、来週の月曜日、2021年4月12日月曜日、18時から8時、20時を予定しております。で、今回と同じように、YouTube のオンライン配信をメインの基盤として、やっていこうかなと思うんですけれども、またその後も Discord で懇親会を予定しています。で、本格稼働ということですね、学会の会員も募集してはい。おります。絶賛募集中でございます。もうすでにですね、300名を超える、400名近くを超える方、400名近くですね、会員に入会していただいた方が多くてですね、とても大変嬉しい状況なんですけれども、今こちら画面共有されているところからですね、右側にですね、はい、会員入会手続き、入会登録というところがございますので、アカウント登録っていうそのボタンのところを押していただくと、登録するページに進んでまいります。で、ちょっと注意点なんですけれども、現在、ちょっとシステムの都合上ですね、一般会員の方、学生や参助会員の方ではなく、一般で、個人で入会される方に関しては、こちらからご登録いただければと思うんですけれども、学生会員については、そのちょっと薄い、ブルーグレーみたいな形の色のところのボタンですね。あら、そちらを押メールが。すとですね、メールの、メーラーが立ち上がりますので、学生証、またはその学生であることの証明と、お名前、登録するメールアドレスとかを、ご記入の上、事務局までとりあえずご一報いただければなと思います。で、参助会員に入会される方に関しましても、会社の方で取りまとめていただいて、アカウント等を発行させていただきますので、一旦、しばらくの間ですね、個人アカウントの制作は、お控えくださいますようお願いいたします。はい。そんなところで、大体ざっとっていう風な感じなんですが、そもそも建築情報学会の会員になったら何があるのみたいなところとかも、まだちょっとわからない部分があるので、そのあたりも、12日の祭りでも、フェスタでも、
お伝えしたいなと思うんですが、Discord に関しても、非会員、会員問わず、ご参加いただけるものになっております。で、会員限定の、やり取りですとか、自己紹介のルームですとか、ゆるふわ雑談チャンネルみたいなものも用意しておりますので、この間、その話題のプラトーが、なんて言うんでしょう、オープンチャットの方で盛り上がってもいたんですけど、こういう技術が出てきたよみたいなところを盛り上がってですね、ナレッジの共有とかですね、やってみた、LT の、オンライン版、いつでも OK 版みたいな形のものでですね、コミュニティを皆さん活性化させていただけるとすごい嬉しいなと思います。あと、あれですね、昨日セッション初回見ました？ね、はい。杉田先生と石はい。津さんのゆうこさん、方ではい。やられてた、そうですね。やられてたやつの、はい。2回目の方が、会員限定のものとなはい、ってます。そうですね。セッションっていうワークショップ形式のものが、新たに育成活動委員会から、指導して、企画がスタートしまして、昨日が初回だったんですけれども、ここから多分半月ぐらい、またすごい豪華な、理事の方や、育成活動委員会に所属されている先生方による、すごい、なんだろうな、このままこの学会の会費だけで聞けるのみたいな形の、すごい豪華な内容になっているので、ぜひご覧いただければ嬉しいなと思っております。はい、お知らせはそんなところですかね。そんな感じですかね。はい。はい。でですね、ボリューム1に引き続きですね、Twitter や、YouTube のコメントですね。で、ニックネームだったり、普段何やってるか、あと自分の私的建築情報学っていうところをですね、コメントいただけますと、我々の方で拾ったりとか、ご紹介していったりとかします。で、また、建築情報学会のですね、会員になっていただくと、より詳しい、自己紹介のような、なんか、まとめみたいなものもありますので、そういうところをうまく活用してですね、タグとかで検索できたり、例えば、VR ってどういう人たちがやってるんだろうって言って、タグで検索すると、その人たちがですね、こうずらずらって並んだりとかですね、こう相当のできる機能だったり、誰に相談したらいいんだろうみたいなものも、こうよくわかるような仕組みを今作っていたりするので、ぜひ、まずはカジュアルに、こういうミートアップの場からですね、発信していただいて、で、入会していただいたら、スクラップボックスというそうですね。はい、オープンオープン形式のプロフィールにぜひご登録いただければなと思います。はい。もうすでにそちらの方も会員ページの方にご登録された方へというところで、Discord のご案内と、スクラップボックスの招待 URL が貼ってありますので、ぜひそちらからですね、ご登録いただければ嬉しいなと思っております。ちょっと一番初めね、勇気ないみたいなところあると思うんですけれども、ぜひご登録、はい、いただければなと思います。そう、事務局、ね、表に出る事務局もちょっと頑張って、出さないといけないな、書いていかないといけないなと思います。はい。はい。というところで、MC の方からですね、の、共有事項は、以上になります。よし、では、メイン皆セッション。様おお待ちかめの。待たせいたしました。はい、行きたいとではで思います。すね、竹中工務店の笠谷さんの方から、メインセッションの方ですね、よろしくお願いいたします。はい。私がね粕谷さん、建築情報学会理事も、務めていただいておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、竹中工務店の粕谷と申します。皆さんこんばんは。本日はご視聴いただき誠にありがとうございます。スマートビルの話を今日はしようと思っておりまして、本当はもっと皆さんみたいにゆるくやろうと思っていたんですけども、どうもね、会社のカラーなのか知らないですけど、硬い感じの資料になってしまいました。可能な限り分かりやすく喋ろうとは思うんですけども、いろいろ突っ込んでいただければと思ってございます。題名は先ほどの通りですね、スマートビルのシステムアーキテクチャ、そしてコモングラウンド、リビングラボといったところです。でまず、粕谷は何者かという話を簡単に差し上げます。
2008年竹中工務店入社とありまして、建築系ではありません。SFC で情報系のことをやっておりまして、最初はワークプレイスプロデュースとかやってたんですね。オフィスのレイアウトを作ったり、そこの ICT 環境を整えるみたいな仕事から、情報エンジニアリングということで、より建物の設備、スマート化といったところにどんどんエンジニアリングを重ねてきたということです。で、2017年ですね、ちょうど3年ぐらい前にですね、いろいろ思うことがあって、東京大学、情報理工学系研究科の、インターネットの、教授で江崎先生っていうのがいるんですけども、そこの博士課程を社会人博士として、入学をさせていただいたと。で、昨年、スマートビルの研究で学位を取ったということになってございます。本日発表する内容は、そちら、学位の中の一部の内容となっておるのと、プラスアルファですね、最近やってることと。で、2021年にこの DADC、デジタルアーキテクチャデザインセンターといったところに出向しておりまして、実は今日も、これはIPA の下部組織、IPA ってご存知ですかね、情報技術者のなんか認定とかやってる、そういった組織なんですけども、その中の DADC というようなセンターが昨年できまして、そこに今出向している、半分だけですけど、出向している身となっておりまして、その話も簡単に触れられればなと思っております。参画団体は、建築情報学会、理事を務めさせていただいておりますけど、その他にも、東大グリーン ICT プロジェクトであったり、日本データセンター協会ですね、こちら主にサイバーセキュリティの話をやっております。さらに産業サイバーセキュリティ研究会、こちらの経産省、メティが主導している研究会で、こちらもビルのサイバーセキュリティの話を、委員としてご意見をする立場でやらせていただいております。はい。本日の発表内容ですね、3つあります。まず、スマートビルの話。多分この中であんまり、このコミュニティの中でこういった制御系の話って出てこないんじゃないかなと思っておりまして、そこにちょっとスマートビルの話をぶち込もうかなと。で、加えてシステムとアーキテクチャの話。これは建築のアーキテクチャではなくて、システムのアーキテクチャが非常に重要であって、それを研究してきたというお話と、さらにコモングラウンドリビングラボ。多分コモングラウンドは皆さん、副会長の豊田さんの話で聞いたことある方もいらっしゃるとは思うんですけども、実際にコモングラウンドを実証する環境としてリビングラボを大阪に構築しております。そちら、実は私の方でエンジニアリングを行っておるんですけども、そこの内容について簡単に触れたいと思っております。はい、でまずですね、これ前置きです。建築におけるデジタル化って皆さんご存知だと思うんですけども、大体企画っていうのはほっといてですね、設計フェーズ、ここではコンピュテーショナルデザイン、BIM とかありまして、さらにはそこからデジファブとかアイコンストラクションっていうのが、結構アイコンストラクションは国交省系ですかね、いろいろやられていると。で私が主としてやっておるのは、どちらかというとこの維持管理のところですね、維持管理フェーズ。大体デジタルツインとか CAFM、BIMFM みたいな言葉が踊るんですけども、その中でスマートビルをどのように実現するのかといったところに課題を持っております。でちなみに、こういった一応区分があるらしいんですが、左側をコンテック、建設テック、右側は不動産テックと呼んでおりまして、スマートビルっていうのはこの不動産テックの一部だという言われ方をするようです。しかしながら黄色い丸が大きくありまして、結構乱暴なこれ図だとは思うんですけども、コンテックだけではなくて、フィンテック、シェアリングエコノミーとか、そういったいろんなものを含むんだ。どちらかというと、これは不動産テック的なところなんだと思うんですけど、とにかくスマートビルっていうのは多様な技術、またそのエコシステムみたいのを含むんだというふうに言われております。で実際スマートビルが何なんだっていうような定義って探したんですけども、あんまりちゃんとしたものがなくてですね、私が今理解するというか勝手に言っておるのは、起用の省エネ快適性の制御にとどまらずに IoT やサービス連携によって高度化を実現するんだというふうに言えるんではないかと。でこれはとある、文献から引いたところによるとですね、安全安心エネルギー効率化、快適性の確保。この辺は普通のビルと同じですね。より高いレベルの管理機能とディスプレイと制御機能。その中でも UI/UX みたいなものが非常に重要であるというふうな書かれ方をしておりました。簡単なポンチ絵で言うとですね、右のようになっておりまして、ビルってそもそもそれ自体がいろんなセンサーがあるんですけども、最近はですね、やっぱりその入居者の
パーソナルデータであるだとか、エネルギーマネジメントシステムみたいなのが別にくっついていて、それが複雑に絡み合うような提案っていうのがされていると。でさらにそれだけではなくて、VPP っていうのはバーチャルパワープラントですけども、系統から節電要請が来たりとか、気象データに連携をしてですね、予測をしようみたいなお話であったり、そんなたくさんのアプリケーションをビルの中に動かして、それを連携させていこうみたいなお話があります。こういったものを大体スマートビルと言ったりしてるんだろうなと思っておるんですけども、これは当社竹中工務店、これホームページに出ている情報ですけども、やっているビルです。思うと結構これ私がやったものが多いんですけども、てかほとんどだな。昔はですね、大体10年ぐらい前はミラーワールドとか言ってですね、大体建築の IT なんていうものはですね、10年ぐらい、大体一般的なところから遅れていると言われてきたんですけど、だんだんですね、クラウドだとかですね、ビッグデータだ、AI だみたいなお話が出てきていて、実際に世の中で言われている、非常にカッティングエッジな技術をそのまま適用しようというような動きが出てきました。これはひとえにですね、クラウド ICT 技術っていうのが発達をいたしまして、あれですね、ビルの中でやってるエンジニアリングと外側のものっていうのが垣根が少しずつ低くなってきたところかなというふうに思っております。ちょっとこの中からかいつまんでご説明を差し上げようと思っておりますけれども、まず EQ ハウスでですね、かいつまみ方があんまり良くないですけど、これ、2018年ぐらいにメルセデス・ベンツさんと当社竹中工務店が建てたコンセプトハウスです。もしかしたら見に行かれた人もいるかもわかんないんですけども、六本木のメルセデス・ミーっていう建物、ちょうどミッドタウンのすぐそばにあるんですけど、その右側にですね、このアイコニックな形の建物、これ本当88平米ぐらいのちっちゃな建物なんですけど、何千ポイント、千何百ポイントっていうような、センサーポイントがございまして、そのデータを1分単位でクラウドに集約をしているというようなビルになっております。打足ですけどですね、昔そこにはですね、トロン電脳住宅っていう、坂村健さんっていう有名な先生がいらっしゃるんですけど、その方が日本ホームズと一緒に作った電脳ビルっていうのが建ってたところですね。そこの遺伝子、ミームを引き継いでいるというふうに言えるとも思うんですけども、これはですね、示したいのは、バックネット、モードバスっていろいろ書いてありますけど、照明とか空調とか、そういうサブシステムのものが、ゲートウェイを介してクラウドにつながっていて、ここではこの双葉と書いてあるデータプラットフォームにデータが溜まっていく。でこれは2つに分かれておりますけど、そこからビッグデータを取り出して、ヒーローズジャパン、これは鬼神っていう将棋のエンジンを作っているところでございましてですね、ポナンザっていうすごい強い将棋の AI があるんですけども、それを作っている会社です。彼らが強化学習という手法で建物の遠隔制御しようというようなことをやっております。右に書いてあるのは、ここではあまり説明しませんけれども、PMV っていう温熱環境指標がありまして、それを人為的に悪化させたときに、この強化学習を使った AI っていうのが自律的に、その PMV の値を回復させたというような実証を行って、これ今も現在も実証中です。あれから2年近く経ってますけど、いろんなデータが溜まってきてですね、本格的な強化学習を使って建物を遠隔制御するというようなことを実証しております。さらに横浜市庁舎ですね。これはもうホームページから取ってきた情報そのまんまですけども、これはですね、いろんなものを混ぜ込んでおりまして、馬車道の上に新しい横浜の市庁舎が建っておりまして、その中では、いろんな建物の中の、普通のセンサーだけではなくて、特徴的なのが左にあるような IoT ネットワークですね。従来建物の設備のセンサーって大体壁に埋め込まれているようなものが一般的だったり、空調設備にそのままくっついているものが一般的だったりするんですけども、そうではなくて、ここでは RFID と呼ばれる、電波を当てると起電して、そこから情報を取れるようなセンサーがあるんですけど、そこから温湿度の情報とか、あと自然環境の窓が開いてるか開いてないかみたいなところがリアルタイムで取ることができる。リアルタイムといっても2分流度ぐらいなんですけども、そういったビッグデータ、これはですね、30何階建てのビルなんで、そこの居住フロアの中にかなりの数をばらまいております。でやっぱりこういった IoT センサーって、なんか電池とかを使うとそこのマネジメントが大変なんですけども、電池レスでサステナブルに運用ができるということで、一応入れさせていただいているシステムです。でその他にもですね、ゾーン制御システムとか、
職員参加型デマンドレスポンス、エネルギーの見える化、負荷予測、そして運転の最適化みたいなものをクラウドのプラットフォームにデータを集めて、そこのプラットフォームから集約されたデータをそれぞれのアプリケーションが参照するという形で、ビルの機能を構成しております。加えて、右からこの外部からの節電要請ですね。これはさっき言ったバーチャルパワープラントみたいにつながるんですけど、オープン ADR と呼ばれるような、節電信号を受けるというスペックを有していると考えてください。それで言ってもよくわかんないですね。とにかく電力会社からですね、節電してくださいって言ったときに、それにレスポンスするような技術っていうのを導入しているということになっております。ですね、こういうスマートビルっていうのがあるんですけど、そもそもこれを構築しているシステムは何なんだということを考えてみると、スマートビルって単に言うとですね、照明とか空調とか、そういったものをいろんなセンサーを使って動かすということで、この左下にあるのが、中央監視システムって言いまして、ISO だとバックスって言い方があるんですが、いろんなサブシステムの組み合わせで成り立ってるんですね。これ、空調システムと計量システム、照明システム、そういったものが、中央の統合的なネットワークを介して、このコントロールシステム、バックスと呼ばれるシステムにつながって、全体をマネジメントする。で、こういったものはですね、ずっとやってきたわけですよ。建築会社は。しかしながらそれがクラウドにつながってきているというものが変わってきておりましてですね、これをシステムとはと書いてありますけども、とにかく建築の中、とにかくスマートビルで扱われるシステムっていうのは非常にこの相互作用する要素を組み合わせて構築をしていくというものなんだということをご理解いただければいいなと。で、ここに書いてある通りシステムっていろんなシステムがあるんですけど、ここではハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、人、情報、設備、サービス及び他の構成要素を含むということで、単にソフトウェアやハードウェアだけを考えててはいけないということになっております。で、あとシステムアーキテクチャという話があって、アーキテクチャ、これアーキテクチャって言うと建築系の人は建築のことを思い浮かべると思うんですけど、私が所属しているこの DADC ではですね、先ほども言ったようにハード、ソフトだけではなくて、ルール、設備も制度もデザインと対象とするアーキテクチャであると。でそもそもアーキテクチャが何かということに関して言うと、ここに書いてある通りですね、システムの基本的なコンセプトや特性であって、要素間の関係性や設計や進化の原則として表現されるとあります。つまり、アーキテクチャが悪いと、設計や進化っていう、進化しないっていうのかな、スケールしない、進化しない、世の中にあんまり流行っていかないみたいなことを考えればいいんですけど、この DADC っていう組織はですね、世の中のこういったシステム、スマートビルも含めたシステムっていうのをより良くするための活動をしております。私もその研究の一部に関わっておりまして、ちょっと冒頭で申し上げた、研究ですね、スマートビルの研究って何やってたかといいますと、まさにこのスマートビルのシステムアーキテクチャの検討をしておりました。言い換えるとですね、スマートビルを実現するためのシステムを実現するため、要素間の関係性、スケーラブルな拡張や進化を促す設計原則、コンセプトである。私はこれはソフトウェアディファインドバックスという名前をつけて、一応提案した、論文の中で提案したんですけども、建物の設備って全体をですね、モノリシックなシステムとして一応、一つでゼネコンみたいなところがちゃんとマネージメントをしてシステム構築を行っていくんですけど、やっぱりそれがシステムオブシステムズって言い方が最近よくあるんですけど、システム間連携を行って、スマートシティやコモングラウンドと、あというコモングラウンドっていったところも拡張していくということも考えなくちゃいけない。そのためには、良質なアーキテクチャ、システムのアーキテクチャが必要だろうという課題意識になっております。でそこで研究して出てきたのがこのビルコミュニケーションシステムということで、細かい議論はしないんですけども、一応ですね、私の研究はインターネットの技術をこのスマートビルの必要なデータプラットフォームとして、構築するために、いいとこ取りをしたというもので、ここに書いてある通り、リアルタイムビッグデータ処理というものが必要だと考えまして、そのためのラムダアーキテクチャっていうものを採用しております。ラムダアーキテクチャっていうのはここに書いてあるように、いろんなデータを集めて、それがスピードレイヤー、バッチレイヤーに分かれて保存されると。で、バッチレイヤーっていうのは非常に安く、ビッグデータを貯めることができると。
そこからバッチ処理でいろんなデータを取り出して、AI アプリケーションが学習をしたりですね、スピードレイヤーにおきましては、何かリアルタイム制御のアプリケーションというのが動くと。さらには遠隔制御も行えるというようなデータプラットフォームになっております。でこれを当社の竹中工務店の技術研究所というもので適用したという事例を最初にご紹介いたします。今まであんま BIM の話は出てこなかったんですけど、このプラットフォームはですね、BIM の情報を用いて、デジタルツイン、データモデリングを実現しているということになっております。さらにはEQ ハウスの事例と同じようにですね、AI によって最適精度を行った。これは強化学習エンジンを使っています。これによって照明の 20% 以上、または空調 10% 以上の省エネを実現した。これは NED のプロジェクト、今やっている NED のプロジェクトで実際にやっているところです。さらにちょっと面白いのが、このカメラ画像と深層学習を用いてヒューマンファクターですね。ここでは人数カウント、人がどこにいるのかであるだとか、あとその着衣量っていう、人がどれくらい服を着ているのかみたいなところが、ディープラーニングのモデルを作って推測をできるというようなことをやっております。これらのデータをすべてクラウドに集めて、何らかいい制御をしてやろうというようなことを実際にやっているということです。それを先ほどのビルコミュニケーションシステム、双葉を使って実現したということ。で、ここで最後にコモングラウンドの話が出てきます。ごめんなさい、駆け足で非常に申し訳ないんですけども、コモングラウンドってちゃんと説明をここでする気はないんですが、端的に言うとですね、デジタル空間と、ここに書いてあるかな、デジタル空間とリアル空間を合いの子のような空間でございまして、でそれを、大阪・関西万博に向けてこういった、取り組みをしていこうということを、建築家の豊田さんが提言しておりまして、それをまさに実証するための、実証実験施設なんだということを申し上げております。それが、大阪駅からすごく近いこの天満の、天満橋のところにですね、構築をさせていただいて、これは中西金属工業さんっていう、昔からやってる、こういった加工業をやってらっしゃる方々の、オフィスの一角をですね、このために供出していただいて、実際にこのシェアオフィスと実験場からなるような空間を作り上げたということでございます。ぜひこのホームページを見ていっていただきたいと思うんですけども、で、ここでちょっとコモングラウンドの話が出てきましたね。時間がないからバーって飛ばしますけど、人の見てる空間とロボットの見てる空間って違うと思うんですよね。もちろんだから人は目で見てこれが人だって分かるんですけど、ロボットはあくまでもセンサーを介して物事を認識してるから、そこにセマンティクス、例えば、これが人だとか、これがテーブルだとか、これがドアだみたいな情報は自分で推測をするしかないということです。これをやっぱり BIM とかがあると、もともと所有の情報としてあるわけですから、それをロボット側にも共有してあげればいいんじゃないかと。でそれによってより良いサービスっていうのが生まれるんではないかというのが仮説です。でここで、ポイントとなるのはこの 3D データをインデックスとして物理空間と仮想空間のシームレスな連携を実現する。これをゲームエンジンの力を使ってやろうっていうのが大きなコンセプトの一つだと理解しております。で実際にこれコモングラウンドをどう作るのかといったときに、我々が考えたのがこのような、アーキテクチャになっておりますね。でこのジオメトリープラットフォームと、我々が先ほどご紹介したビルコミ、こちらの IoT プラットフォームを組み合わせることで、まずここの中のコモングラウンドリビングラボにおけるこのプラットフォームというものを実現したというものが現在のステータスになっております。上のジオメトリープラットフォーム、こちらはですね、我々が対応しているわけではなくて、日立製作所さんがやっていただいているんですけども、点群とかサーフェイスメッシュ、BIM から抽出したサーフェイスメッシュみたいのを取り込んで API を介してですね、サービサーの方々が取ることができる。例えば、ここの中のデータっていうのを、検索をかけるとですね、そこの点群が API 経由で取れたりですね、そこに紐づいた IoT データ、センサーのデータが取れたり、また遠隔制御できるみたいな世界観です。でこの中で、いろんな人とコラボレーションしながら新しいビジネスを見つけていこうというのがコモングラウンドリビングラボ。でその中では今ですね、いろんなデータが使えるようになっておりまして、建物のシステムだけではなくて、いろんなカメラとかライダーがもう最初からプリインストールされている形になっております。であと、ジオメトリーですね。こういった点群データっていうのを最初からかなり細かく、取っておりまして、さらに右にありますように、これ、アンリアルエンジンで作ってるんですけども、ジオメトリーデータっていうのを提供することができるようになっている。こういったデータを用いて、新しいアプリケーションをどんどん作っていただきたいというのが我々の思いです。
でさらに建物設備システムですね、空調、照明、さらにネットワークカメラにライダー、無線とか、いろんなものが、所狭しとついているというふうに思ってください。ですから、我々が思うのは、やっぱりこういったカメラとかライダーを全て抑えられるような空間を最初から作るってかなり大変だと思っておりまして、特にアカデミアの方々、先生方って非常にそういった実験環境を作るのが大変だと聞いております。まさにそういった方々に使っていただいてですね、新しいアプリケーション、コモングラウンドのアプリケーションというのを作っていただきたいというふうに考えています。その中で、我々が最初に冒頭ご説明差し上げたですね、双葉ビルコミュニケーションシステムという技術も息づいているということをコメントさせていただいております。で例えばですね、IoT 設備に関しましては、これも技研の例で紹介したんですけども、深層学習を用いた人物検知と、着衣量みたいなのもできるのと、あとライダーがありますので、これロボット実験場の中なんですけども、人の軌跡っていうのをリアルタイムに終えると、こういったものもついております。ですからやっぱり人のリアルタイムの軌跡情報を使いながら、何かしら照明制御や空調を制御するみたいなこともできるといったところでございます。これちょっと時間ないですけど、こういったアプリケーション、デジタルツインのアプリケーションを作っておりまして、これ今デジタル空間上で照明とかを制御しているんですけど、これがリアルタイムじゃないですね、リアルの空間に反映させるというようなアプリケーションが実際に中で動いております。非常にこれリアル空間と対立させれば面白いと思うんですけど、こういったゲームエンジンを介して、フィジカルな空間を制御することができるというのがここの大きな特徴となっております。人が歩いているのはあまり気にしないでください。はい。で、コモングラウンドではやっぱりこういったところでロボットを動かして、ロボットの協調みたいなところをやりたいなとも思ってございます。ちょっともう時間がないので、最後に終わりにするんですけど、とにかく私が言いたかったのは、スマートビルっていうのは、適切なシステムのアーキテクチャっていうのがあって、でそれをしっかり考えていかなくちゃいけない。で我々ビルコミという考え方でですね、いろいろ研究して、データプラットフォームっていうのを作ってきて、でそれをコモングラウンドに展開したんですけど、コモングラウンドのことはあんまり言えなかったんですが、本当にいろんな方々に関わっていただきたくてですね、我々のプラットフォームを使って新しいアプリケーションを作っていきたい。そのためのパートナーを募集しておりますので、ぜひ興味があれば私の方にご連絡いただければと思いました。以上となります。オーバーしてすいません。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。はい、着衣量があってすごい面白いですね。着衣量を知ってどうなるのかなっていうところ、ちょっと個人的に興味が湧きました。そうですね、私もともと設備系だったので、ちょっとそこら辺も気になるんですけど、はい、着衣量をちゃんとね、測定するモデルって今までなかったはずで、結構いろんなやり方でやってると思うんです。ちゃんとね、今回5000枚ぐらいの写真データ、要するにファッションショーみたいなことをしてですね、全部これがワイシャツだとか上着だみたいなものをちゃんと検出できるようにしたんですよね。で、これを使って何をするのかっていうのがネクストアクションであるんですけど、ちょっとここでは言わないです。わかりました。ありがとうございます。なんか実際ね、今も今日も LT ですごい話題になってるんですけど、プラトーとかもありますし、なんて言うんでしょうね、建物がどういうデータなりセンサーとかを装備して、どういう値を言ったりとか、どういうことを言ったら面白いのかなみたいなところは、個人的にすごい興味があるところなんですけど。プラトーとかって、ある種の GIS システムだと思っていて、はい、で GIS システムとこのスマートビルのデータプラットフォームとあえて言いますけども、はい、他の人はビル OS という言い方があったりするんですけど、やっぱそこって全然求められる流動、これは豊田さんが言ってるやつをそのまま言ってるんですけど、はい、やっぱり記述されるデータのLOD っていうんですかね、そういったものが全然異なるはずだと。はい、だからやっぱり都市スケールのものには LOD が0とか1とか2とかありますけど、中のところはやっぱり細かい流動で、ちゃんとそのセマンティクスっていう形状情報を記述する必要性がありますし、その中の属性情報っていうのをロボットや人が認識をして適切に制御することが必要であると。そのためにやっぱり、必要最低限の細かさ、きめの細かさのプラットフォームっていうのが求められるんじゃないかというものがありまして、しかもですね、やっぱり建物の中のセンサーってどんどん増えてきますから、それを普通のデータベースに入れるんじゃなくて、ちゃんとビッグデータに親和性の高いようなところで保存しておくというのが我々のまずのアイデアですね。はい、ありがとうございます。粕谷さんにご質問とかがある場合はですね、YouTube のコメントやですね、Twitter の方でも回答して書いていただければですね、あと後々
またDiscord の懇親会のところでも拾っていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。はい。加瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼しありがとうございます。ました。それでは、なんかさっきゆるふわなトークからいきなり深淵があって、そうですね。今回もメインセッション2番、こちらも深淵を除く感じになるのでしょうか。はい。そうですね。はい。では早速、はい間を入れずに、はい。メインセッションの方、はい。2番目の方お呼びしたいと思いはい、ます。MIT の酒井さん、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい、聞こえてますか？はい、はい。聞こえてます。はい、じゃあ画面を見えてますかね？はい。見えてます。はい、MIT メディアラボの酒井と申します。全然固くなく、ゆるくちょっとやってみたっていうことを、議論の種にですね、できたらと思います。ちょっとだけ僕がやっている、MIT でどういうことをやってるかっていうことをご紹介して、サクサクいっていきたいと思います。そうですね、先ほど粕谷さんもちらっとその合意形成みたいな話が出てきたんですが、その合意形成をできるだけ楽しくしようみたいな、そういう研究をしています。これ、2年ぐらいですかね、前にクーパー・ヒューイットっていう美術館がニューヨークにあるんですけど、この真ん中にスライダーがあって、で、2つシミュレーションを回して、どっちの未来がいいですかみたいなことを、来場者に、選択させると。もうこれも実は一般の合意形成で、一つはその個人所有の自動運転が走っている未来で、もう一つがそのシェアエコノミーなんだけど、やっぱり自動運転みたいな、そういうそのパラレルワールドみたいなものを見せて、どっちがいいですかと。そういうシミュレーションっていうんですかね、タンジブルインターフェースみたいなものを開発しています。こうやってこう派手にしたりして。はい。で、もう一つは、どっちかっていうと普段はバックエンドの開発をしていまして、シティスコープという先ほどの、プラットフォームあるんですけど、その、裏で、データを保管していたり、あるいは、いろんなシミュレーションですね。回すときに、それの調整役としての、バックエンドの方を、開発していたりします。で、これ昨日ツイッターで日本語で出てきて思わず英訳してしまったんですけど、シティスコープそのものはなんていうんですかね、僕らがこう高次元の存在としていて、タンジブルインターフェースでこう、なんていうんですかね、シミュレーションを回していると。で、これってシティスコープでやっていることとも言えるんですが、人生観っていうか、その飲み方としても見られるし、最近別で始めているプロジェクトとしては、なんていうんですかね、上の方にこうボワボとしてこう集合値みたいなもの、コミュニティみたいなものを作っていて、バンバン判断していくという、それは都市として、考えられるんじゃないかっていう、そういう仮説のもと、ちょっとブロックチェーン界隈だと DAO っていう言い方があるかもしれないんですが、その都市 DAO 的なものを、作ってみようと、そういうような研究をしています。はい。で、本日の中身なんですが、英語でいきます。日本語で説明させていただきますけど、資料は、英語でやらせていただきます。NFTいろいろ新聞等々メディアにぎわせておりますが、最初に、どういうふうに動いているのかっていうのと、それに関わる、いろんな批評だったり、意見だったりっていうのを、ざっと紹介して、これはちょっと投機的なという意味よりは、クリエイティブコーディングの、文脈ですね。で、ちょっとやってみたっていうか、ただこうリストしただけなんですが、それを、お見せして、最後に議論を始めるためにですね、これを、建築とか都市のデータでどういうふうに使えるのかっていうことを少しだけご紹介させてください。はい。で、ニュースとか見てると出てくると思うんですけど、NFT で、最初のツイッターのツイートが、3億円ぐらいで売れたり、69億円で売れたり、ものすごい数字が出ているんですけど、
これは何かと。NFT って何でしょうかと。なんかどうやら、ネット上、インターネット上で所有権みたいなものを買えるらしいと。で、NFT っていうのは Non-Fungible Token っていうふうに言う話なんですけど、まあ、Non-Fungible ってことは Fungible Token っていうのがあって、で、Fungible Token っていうのは、まあ、あれですね、10円を思い描いていただければいいんですけど、10円は10円、よっぽどレアな効果じゃない限り、まあ、10円は10円で交換できると。どの10円を持ってるっていうのはあまり関係ないですね。逆に、例えば、僕の娘とかですね、それは同じ年の女の子とは交換できないんですよね。Non-fungible。そういう意味なので、ここ考えていくとちょっと面白くて、それはなんで交換できないのかっていうのを、例えば遺伝子が違うから、あるいは一人しかいないから、あるいは、一緒に過ごしてる時間が長いからみたいないろいろあると思うんですけど、これはこれでテクニカルな側面以外にもなかなか考えさせられると。でここら辺多分文献としてはデイビッド・グレーバーのデプですね、負債論という形で多分出版されてると思うんですけど、ここら辺はぜひ面白いんで読んでください。はい、で、どういうふうになってるかっていうと、ブロックチェーン上に記述されています。で、この場合、理解としては、もしかしたらブロックチェーンあまりどういうふうに実際動いてるかっていうのはご存じない方あるかもしれないんですけど、この場合簡単ですごく改ざんが難しい公共のデータベースがあるとだけ、理解していただければいいと思います。で、一番近いのは多分コロナでもないし、こういう習慣もうなくなっちゃったのかもしれないですけど、大学の合格発表掲示板ですね。ここに掲示板があって、みんなが自分の番号を書くと。でその掲示板におもむろに自分の受験番号を書いたら、大変ですよね。この場合、大学っていう、単一のエンティティっていうか単一の組織が管理してますけど、その掲示板そのものをみんなでこう、見ていると。そういうものになってます。で、ざっくりプロセスを説明すると、自分でこのデジタルアセットですね、なんか絵であれ、クリエイティブコーティングなんかこう動画であれっていうのを、これを、作品としてリストしますと。で、エディションナンバー、シリアルナンバーとかですね、何個、売るか。で、1個あたりどれくらいかっていうのを設定して、それで、そのブロックチェーン上で回っている通貨でどれぐらいで、買いたい人が出てきたら買うと。で、そうすると、その所有権が移ると。で、もう一つ、その、1回取得した NFT っていうのを、転売したい場合は、転売もできて、これ多分プラットフォームによって全然割率とかいろいろ変わると思うんですけど、原作者にキックバックされるような仕組みがあったり、そういうふうな仕組みになっています。で、一番、なんていうんですかね、こけてるというか、僕もやってみてまだあんまり理解できてないところではあるんですけど、デジタルデータなので、自分のハードディスクにコピーすることできちゃうんですね。で、ただ所有権を言っている、を宣言しているだけなので、ここら辺が、なんか所有権ってなんかそんなに価値があるんですかみたいな、そういう話、ここら辺がちょっと理解しにくいと。で、今までインターネットとかもいわゆるそのデジタル空間っていうのは、その複製容易性で、やってきたわけですよね。なんか複製が簡単だからって。なので、以前にもこういう研究っていうか、こういうジャンルはあったんですが、そのようやく一般的に複製可能だけどユニークみたいな、そういうコンセプトが、世の中に知れ渡っている現象なのかなと思っています。はい、で、主にですね、クリエイティブコーディング、ああいうデジタルアート系の、人たち、どういうふうな、ことを言っているかと。で結構二分していて、その最たるがね、このアルトゥロさんなんですけど、彼自身、オープンフレームワークスっていうデジタルアートを作るフレームワークがあるんですが、それのトップコントリビューターなので、そういうその界隈の人たちはやっぱり信じたいと。
で、彼なんかのツイートを見ていると、もう完全にブロックチェーン絶対ダメみたいな。批評の内容に関しては後ほどご紹介しますけど、基本的にブロックチェーンダメみたいな。ただ先ほどの、受験合格発表の、例でもご説明したと思うんですけど、ただのデータベースだろうと。で、それ以外にも、やっぱりトップフレームワークスのファウンダーのザックとか、3JS のメインテナーの、ドゥブさんとか、アレクシスとかは、いろんないいとこを取っていったり、試してみてるっていうのが、現状ですね。やっていると。で、批判として一番多分でかいのが、プルーフ・オブ・ワーク・ベーストって、いろんな種類のブロックチェーンあるんですけど、その中に、演算で、なんていうんですかね。プルーフ・オブ・ワークっていう、ハッシュっていう計算をものすごい数やることによって、そのブロックを、に対する合意形成やっていくっていう仕組みがあるんですけど、これはとにかく電力を使うと。1作品 NFT として取引するのに、大体東京、大阪往復分の CO2 が出てますと。で、これはあんまり良くないっていうふうに言われていて、それ以外の方法、プルーフ・オブ・ステークとか、あるいはそのレイヤー2っていう、また新しいそういう技術があるんですけど、そういうもうちょっと環境負荷が少ないものを使っていきましょうというのが、今のところのコンセンサスだと思っています。はい。で、いろいろあってですね、こんだけあるんですけど、下の方に、見えてるかな、下の方にあるのがプルーフ・オブ・ワークだから、これはあまり避けていきましょうと。とはいえ、最初期に出てきたものがあるので、すごくなんていうんですかね、メジャーリーグみたいな、そういう、すごい取引額もでかいしっていうところもあれば、上の、プルーフ・オブ・ステークベースで行われている、そういう NFT マーケットって言えばいいんですかね。もう、ボンバン出てくると。来ていると。で、そうですね。ちらっと紹介すると、ちょっとやってみたっていうのがあって、こういうちょっとなんか、アート作品としては、全然時間かけてなくて、あれですね、自分の顔にニューラルネットの、スタイルを、当てまくって、人の顔だと認知されないレベルまで当てまくるとどういうふうになるみたいな、そういう謎のアート作品を、売ってます。で、先ほどご説明したように10個、1テゾスっていうコインなんですけど、大体相場で500円ぐらいですね。500円ぐらいで売ってます。でこういう、なんか、ふざけてやってる方が売れてほしいんですが、先ほどのシミュレーション、お見せしたシミュレーション、冒頭の方でお見せしたシミュレーションの、なんかスタディみたいな方が実は売れていたりして、ちょっと、なんか複雑な気分と。はい。見方としては、最初50個出品して、やっぱり500円ぐらいで売っていて、で、欲しいよっていう人たちが今のところ僕以外に4人、2000円ぐらいですね。そういう、ちょっとやってみています。ちょっと時間ないので、本当はそのブロックチェーンどういうふうに記述されているかっていうのをご紹介したいんですが、懇親会場でもしそういう要望があれば。はい。で、使い方、NFT そのものの使われ方っていうと、今の、アート作品の取引だったり、収集みたいな、そういうふうなものが一番注目に上がっているんですが、改ざんできないっていう性質を使って、トレーディングカードを、所有するみたいな。で、ちょっと僕が注目しているとか、もしかしたらこれ使えるのじゃないかっていうふうに思っているのが、その会員証ですね。トレーダブルですね、これ。自分は例えば建築情報学館の会員ですみたいなものを証明するのに、それこそ500円ぐらいで NFT みたいな、例えば何でもいいですけど、アート作みたいなものがあって、で、それをこう持っているという証明になるので、例えば会員証を NFT 化するとか、
そういうのはあるかなと思ってたりします。で、これよく議論されることなんですが、いろいろこれをやることで、ブロックチェーン本当にいるのかっていう議論がよくあるんですが、Uber みたいなものだと思っています。Uber、車の配車サービスだと思うんですけど、自分で、個人タクシーやって、いろいろこうすべてやろうと思えばできると思うんですけど、Uber っていうのは本当はただのアプリですけど、プラットフォームとしてみんなの信頼を集める。そういう仕組みでやってると思うんですけど、ああいった NFT マーケットプレイスっていうのが、信頼を、なんというんですかね、集めてやりやすくすると、そういった類の、商売かなと。実はその分散システムなのに、そういう集中型のサービスだよねっていうような話はあるんですが、そういう感じです。で、技術的に革新的かというと、そうでもなくて、ブロックチェーンみたいなことを追っていくと、大体その固有性みたいなことは、ブロックチェーン最初期から議論されていることではあるので、ものすごくこう技術的イノベーションがあったからどうのこうのという話よりは、ブロックチェーンの転用、アプリケーションですね、アプリケーションレイヤーでの、新しい使い方っていうのがヒットしたと、そういうふうに見ています。で、ここで少しだけ、じゃあ建築とか都市空間、あるいはそれに関わるデータの中でどういうふうに使われてるかなっていう、使われるかなっていうことを想定してみます、無双してみますですね。まずは、今、所有権みたいなものがボワボワしているメディア、端的に言うと設計当初のコンテンツの中で、一応契約としてお渡しするんでしょうけど、例えば、詳細設計とか、あるいは、トキみたいなものが、NFT のマーケットにあって、あと、そのメーカーから出てくるメーカーズとかですね、そういうものも NFT としてあって、で、それを使っていると、公に宣言できるので、それを使った建築提案みたいなものが、そのパスが明確になると。で、かつ、それを提供した、側、特記であったり、使用書だったり、あるいはそのメーカーズみたいなものに対しても、キックバックできるので、ざっくりバーンと、設計料みたいなものに関しても、スマートコントラクト化できるかもねっていう話と、もう一つはそのデータのフォーマット的な考え方ですけど、これはもうデータだったら何でもいいので、BIM データであったり、GML データみたいなものも、載せようと思えば載せられると。で、これするとその NFT っていう、いわゆる固有性を証明するコンセプトとちょっとずれてくるんですが、そもそも、なんていうんですかね、干渉チェックとか、法規チェックみたいな、ああいうのは、すごくこう、スマートコントラクト的なんですよね。なんかあるテストを通過すれば、反抗せるよとかって、そういう考え方というのはすごくもうすでにスマートコントラクト的なので、そういう考え方とは親和性が高いのかなと思っています。はい。で、最後にちょっと堺の僕自身の、NFT に対する期待というか、これもちょっとスマートコントラクトじゃないかっていうふうに言われるんですが、今はその作家と作品、あるいはトレーダー、だから人間とその作品が1対1で対応しているのですが、もうちょっとその考え方を一般化して NFT が NFT を所有するっていうことが考えられないのかみたいなことが、ちょっと興味としてあります。最初にインヘリタンスっていうのが、継承ですね。ある作品 A に対して同じ作家が次の作品 B を、作ったら、それは何らか連関があると。それを示せるようなプラットフォームみたいなものはないのかっていうのと、あとはコンポジションですね。これはその空間的関係だと思うんですけど、そのBIM データなんかそうだと思うんですよね。そのコンポーネントの集合だと思うので、そういうものが記述できて取引できると、複雑ではあると思うんですけど、面白いと。で、これは以前、やっぱり建築学会の理事やられている角田さんと一緒に作った、
作品にも通じていて、これ何かっていうと、ブラウザ上でこう 3D モデルをこう継承関係を見せながら、投稿できるシステムではあるんですけど、こういったもの、今の場合ですと一つ一つを NFT に登録して、モデル感がどれぐらい似ているかっていうことに応じて、親モデルに、クレジットキックバックできるみたいな、ようやく、そういうことができるかもしれないと思っています。はい。で、最後、まとめといいますか、一応タイトルに、ハイプか詐欺かみたいなそういう話もちょっと書いていたので、その質問に対して自分で自問自答すると、ハイプっていうのだとすれば、それはそうでしょうと。で、往々にして、こういうブロックチェーンの仮想通貨もそうだと思いますが、っていうのは、インフレーションを起こすために、あるいはその余震みたいなものにインフレーションを起こすためにやってるようなところがあるので、自分の信頼量みたいなものを数値化するという意味では、インフレしなきゃいけないから、最初にこうバーンとハイプになるのは、しょうがないというか、自然の流れだと。で、詐欺に関しては、これやっぱりすごく新しくレジスレーション、法整備に関しても多分追いついてないところが多いと思うんですが、いっぱいいます。なんか他人のアートを、出しちゃうとかいうのまだあるし、所有権を宣言できますっていうふうに歌っているが、利用規約みたいなものをよく見ると、全然所有権は当たってないじゃないかっていう指摘もあるし、そうですね。これからもし仮にハイプで終わらずに、もうちょっとこう建設的な利用も含めて、使われ方が成熟していくと、それに応じて法整備と、規範が追いついていくのかなと思っています。はい。ちょっとこれ以降また議論できればと思うので、懇親会会場等々この先、みんなで、僕も今ちょっと情報爆発している状態なんで全て追い切れてないので、みんなで一応建築情報学会としてもこっちの方向も見ているよっていうことも含めてですね、一緒に議論させていただければなと思います。はい。はい、ありがとうございました。いやー、すごい面白い。そもそも会員証は NFT 化っていうのもちょっとなんかありなのではっていうふうにちょっと思いましたね。今やっぱお話聞いてて。あとはそうですね。継承関係を持って、面白いので、建築情報学会だからみたいな、こうなんかならでは感がありますね。そうですね。やっぱなんでしょう、学会のあるべき姿を打破していくというふうに掲げているのであれば全然ありなのではって思わなくはないですね。これ、今、粕谷さんもお呼びしても大丈夫ですか？粕谷さんも、酒井さんとお話ししたいこととか、なんか今の質問とかお互いにご質問とかあったりはしますか？はい。僕は今、酒井さんの一番最後のところが非常に印象的だったんですが、課題感として何かその空間、建築のトークン、何でもいいですけど、そのインヘルタンスとか、いわゆる継承関係とかコンポジットの関係が、何かを現状、何かこう権利侵害みたいのがあって、それが正しく還元されないみたいな課題感からこういうのをやってたりするんですか？検討。そうですね。やっぱり、大元のナイーブな、なんだろう、問題意識としては、やっぱり大建築家時代っていうのがこうあって、でそれからだんだんそれがこう軟化していく過程で、評価の形も変わっていくんだろうなっていうのがあると思います。やっぱり今は、ね、メーカーさんからもらった図っていうのはどういうふうな感じで使われてるのかっていうのは、公で言ってるのと現場はグレーだったりするし、あとはやっぱり7年前、8年前ぐらいに一瞬その図面を例えばオープンソースのライセンスで公開するみたいな建築家やられていったと思うんですけど、やっぱりそこに構造的な仕組みが付随してないとただ公開して、終わりっていう話があったので、そういうそうですね、そんなイメージがあります。なんかでもその辺のこうファンクションの記述みたいなところとかコンポジットの記述っていうのがある意味すごくしっかりしてくると、なんかソフトウェアデファインドって我々よく言うんですけど、なんかこうカチッとはまって、もうちょっと
面白い建築空間、またその造作が生まれるっていうのはすごくなんか予想させる感じでしたね。やっぱどうしてもね、ブロックチェーンってなかなか、私も散々パラ検討してるんですけど、なかなかまだその実際のリアルなところに来てない。でこれをなんかこう動かせるような起点とかアイディアっていうのがこの学会の中でうまく生まれればいいなと素朴に思いました。ごめんなさい、コメントでした。いえいえ、そうですね。僕もなんか自分でブロックチェーン勉強のために実装してみたんですけど、思いのほか単純っていうか、いや、要するにみんなが見てるデータベースなんですよね。だから、まあ、いろいろ問題ありますけど、やっぱり利用側、使い方次第なのかなっていうの多分があるので。利用側のそのアーキテクチャというか、どういうステークホルダーの方がこれを利用して、そのまあなんかいろいろプルーフをしていくのかも含めて、やっぱ全体を考えていくところだと思うので、はい。多分酒井さんがやってる検討範囲はものすごくこう広いところに及ぶのではないかと僕は思っていてですね、大変だなと思ってますね。大変だなじゃないですよね。なんか、すごく面白いところだと思って、本当にさっき言ったその DADC みたいなところって、やっぱ制度とか、やっぱり国がそこら辺をやっぱりガイドを引かないとダメだみたいなところがあって、じゃあ今の課題は何で、そのためにはやっぱり一人で検討しててもダメで、そこで制度を変えるみたいなところまで来てるんですよね。だから非常に私今回インスパイアされましたし、そういった話ももし相談の中で載せていけると、なんかいい提言になるんじゃないかとちょっと思いましたね。そうですね。最近だと、まあもちろん、仮想通貨の取引として使うっていうのはあると思うんですけど、ここ5年ぐらいはやっぱりガバナンスにいかに使うかっていうのが、みんな試行錯誤していることだと思うので、そうするとやっぱり粕谷さんがおっしゃってたような合意形成とか制度作りとか、そういう方向に多分マージできるというか、期待してます。建築業界それやったらすごいと思いますけどね。このドロドロした感じのところをうまくね、スパッといけないかなと思いましたけど。無理、それはちょっと無理だろう。まあちょっと時間かかるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。まだもうちょっと引き続きなんかご質問とかお話しいただきたいんですが、その前にLT の時間のアナウンスをしたいなと思っております。予定通り8時15分からですね、LT を開始していきたいなと思います。登壇者の方含めですね、LT の方への質問とかもですね、ハッシュタグをつけて、ツイッターの方では発言していただければ拾えるかと思いますので、ハッシュタグをつけて、投稿をお願いいたします。YouTube の方はそのままコメントいただければ拾える形にはなっているので、ご質問ある方はコメントをお願いいたします。はい。お知らせでした。はい。はい。なんか、ちょっと個人的になんでしょうね、大体不可能なものみたいなところで、さっき例えば10円だったら10円で交換は可能だけれども、娘さんは交換できないみたいなところっていうのは、ちょっとなんか倫理的なところとかでも考えるとすごい面白い話だなと、個人的に思いましたね。なんか身体拡張とかそういう系統とかをちょっとやっぱHCI とかそのヒューマンコンピューターインターフェースとかの方のやつをやってたところと民度としてはすごい気になるところではあります。人類5000年の歴史はその人身売買の歴史ですみたいなそういう言い方もあったりしてなんかそういうところと多分必ずしもテクノロジーだけの議論では終わらないようなところがあるので、はい、そうですね。そういう議論も多分建築情報学会でできるといいですよね。そうですね。いやでもそれをなかなか議論にしていくってすごい面白いですし、大変だろうなとは思いますが、ね、議論していけたら嬉しいなと思いますし、ね、ディスコードとかでもね、コミュニティなんでしょう、活性化できるような仕組み作りができたら嬉しいなと思っております。はい。なんか竹内さんからは何かありますか？いや、そうですね。多分今日いらっしゃっている方のほとんどの方が、この NFT を多分知らない方が大半だったと思うんですが、多分今日のお話を聞いて、多分ほとんどの方がすごいイメージがついたかなと思います。なので、周りの方でですね、今日聞いてなんとなく分かったって。で、またこの
今回のこの回をですね、聞いていない方がいたら、ぜひ、粕谷さんのスマートシティもすごく分かりやすい内容だったので、ぜひ周りの人にですね、広めていただくと、よりこの回が盛り上がると思うので、こんなんやってたよみたいなのを、ぜひぜひ、周りの友達とか、会社の同僚とかにですね、広めてもらえればと思います。はい、アーカイブの方もね、公開していく予定ですので、第1回目の方もアーカイブ公開されているので、ぜひ合わせて見ていただければなと思います。はい。何かお二人同士での粕谷さんとか酒井さん同士のご質問とかそれぞれあったりはしますか？こういう議論やりたいとか、こういうこと募集してるとかでも全然構わないですけれども。無茶ぶり大丈夫。どうなんですかね。いやでも今回の話って、他のところとは少しちょっと毛色が違うと僕は思っていて、はい、こういったところをフラットに話し合えるところで、やっぱなんか、この話って多分建築学会とかで話さないと思っていて、もちろんスマートビルの話は若干はするんですけど、そのコンピューターのシステムアーキテクチャ、加えてそのブロックチェーンまでとか、多様なところを裾野を広げていくってあんまりないと思うんですよね。はい、だから結構プラトーとかそういったジオメトリー系の話が結構目立っちゃうとは思うんですけど、この辺を腰を据えて話せるような機会をもっと作っていけると面白いかなと思いました。本当に面白い分野だと思います。はい、ありがとうございます。そうですね。同じくですね。はい。どこまでが含まれているのかとかわかんないですね。はい。はい。すいません。多分、建築学会でもしかしたら話しにくいかもしれないし、ピュアな情報系の学会で話さないようなところをいかに狙うかっていうのが多分、命題としてもあるので、なんかやっぱり。結構情報処理とかの文脈でブロックチェーンの話をすると喧嘩し始めてる人たちがいたりしてですね、あんまり文化的な健全な話にならなかったりっていうか、そういう人たちはいるんだと思うんですけどね。はい、逆にこういったところはすごく適した、いろんなインテリの方もいらっしゃるからね、ところなんだと思いますよ。あとは、例えばクリエイティブコーディングの業界って言っても、小さなコミュニティだと思うんですが、そこもちょっとやっぱり建築情報学会と似ていて、いわゆるエンジニアリング面、いわゆるコーディングはするけれども、もうちょっと社会性あるいは文化性を帯びているみたいなところという意味では、ちょっと近い、その中でいろんな経験がある特定の技術に関して、ディスカッションが行われているっていうのは、今回ちょっと参考にして、実はそれが、皮切りになって、ちょっとじゃあ NFT 人柱になってみようかなって思った動機なんですけど。確かにいろんなところで宗教戦争が勃発することが往々にしてあるので、すごいですよ。はい。ありがとうございます。はい。そうですね。今のところ、YouTube とかでもちょっと質問とかは新しいところではないみたいな感じなので。まだ時間はあるんですか？あと2分。あと2分。微妙ですね。そうなんですよ。そうなんです。あと2分なんです。なので、そうだな。酒井さんの用意してたデモはもうちょっと時間的にはあれですよね。ちょっと。いや、ただアート作品見るっていう謎のセッションになっちゃいそうなんですけど、もうあれだったら、ちょっとその日本の方がどういうふうな逆に本当に逆にそういう謎のトークン買っていいのかとかっていう法規が分かっていないので、やすやすとやってみればっていうふうには言えないんですけど、少額とかちょっと遊んでみるというレベルではそんなに問題ないと思うので、意外と、なんか落書きでもいいからやってみると、こういうものなんだっていうのが理解が深まると思うので、それはやってみてもいいかなと思って、僕も自分の作品売れると思ってなかったんですけど、いざ、ね、500円ぐらいで売れると、面白いですよね。ちょっと大真面目にやられてる方にはあるかもしれないですけど。あれ、実際にキャッシュが入って交換できるんですか？そうですね。僕、現金化してなかったり、いわゆる参拝利益のこと考えてないので、そのまま寄付したりっていう形ではあるんですけど、
はい、自分の財布に、自分のウォレットに、買われた分の仮想通貨が入ってくると。なんかこう建築情報学会のコミュニティぐらいで、なんかトークンをやり取りするの面白いかもしれないですね。社会そうですね。それ面白そう面白いかもしれないですね。ぜひ、建築情報学会の会員証が1億とかで売れると。この議論はもっと早くしたかったな。俳句学会みたいな。それはちょっと危なくなってくるな。でも何かしらこうコントリビュートとか、そういうものってあんまり建築情報学会の今のシステムの中ではあんまりこう実現できてないんですよね。誰かにインセンティブを与える。もうそういうものではないんですけど、この人が非常にコントリビューターとして優秀だからどうのこうのみたいなフィードバック、なんかこう賞を与えるみたいな話もあると思うんですけど、何かしらこうメトリックがあるっていうのは私はすごく面白いんじゃないかなと思っていて、今こう小さいコミュニティだからいろいろやってくれるんだとしたらね、考えてみるのも面白いな。楽じゃないから別に好きな人をまず集めてコミュニティができると面白いんじゃないかなと思いました。そうですね。ちょっと研究の方でわざわざ NFT なんでやってんのって話の中では、その不動産運営をその一般の市民の人たちに分散所有してもらうための仕組みとして使えないかっていうのがあって、そうすると例えばジェントリフィケーション対策みたいなことにもしかしたら使えそうっていう、ちょっとメディアラボ的かもしれないですけど、そういうアイディアが出ていたりはします。ありがとうございました。ちょっとLT の時間になりましたので、はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね。じゃあ LT の方、はい、ライトニングトークの後半の方ですね、やっていきたいと思います。で、ボリューム1を見ていない方、LT というものは、今回5分で設定しているんですが、本当に稲妻のような短時間で実施するプレゼンテーションになっています。で、今日ご参加されている4名の方がですね、これから連続でこう5分間こう話し続ける、話して、で、プレゼンターが変わって話してみたいなことが行われます。なので、瞬きする暇もないぐらいの勢いで始まりますので、皆様、ご準備の方をよろしくお願いいたします。見る側もプレゼンする側もですね。じゃあ、本日、登壇される方々がこの4名の方々になります。はい。では、いいですかね、夏木さん。はい、大丈夫です。はい。はい。では、東京大学のアレックスさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、well, hello, my name is specializing in the development of digital fabrication systems and research in XR. I think my Zoom just crashed. For those is to develop human-oriented digital fabrication systems rather than the more common use of robotic manufacturing. ちょっと音声とかがクラッシュしてしまいましたかね。大丈夫ですかね。もう一度画面共有の方。はい。いけましたね。はい。お願いします。大丈夫ですかね。お願いします。始めよう。これ、これ、大丈夫これですか？はい、今見えてます。大丈夫です。はい。じゃあ、this means that the goal is not necessarily complex geometry or precise fabrication. Instead, it's to design a toolset or framework that enables non-specialized individuals, communities, for example, to employ their own design intuition and build structures of a more collective value. I personally call this digitally augmented vernacular architecture. So what is open platform in general? Open platform is nothing new. We've been in digital fabrication, open platform tools have already been used for quite some time now. In
fact, many of the master's students that come to our lab have prior experience in some form of open platform software like Grasshopper, and more rarely open frameworks, processing, Unity, Unreal, anything really. And these are considered open platform because they are fully programmable and they can output open source, open standard formats such as JSON, OPJ, GML, etc. And most importantly, they can be interfaced and networked. And this is important for open platform within the context of digital fabrication. So these previous tool sets, we have used these in the past. Many laboratories use them still. With them, we can develop specific systems. So the design process is dictated by the programmer of the system rather than a more collective intent. In the case of open platform digital fabrication, the difference is not that big, but it's mostly a change of scale and a change of processing speed. So the main issue of community-driven fabrication is that we need a constant feedback loop system. We need to verify the safety and the defined constraints of the construction process. And this is where the problem lies. We quickly realized that the research requirements that we had more in common with network engineering than what is most commonly used in architecture. So for example, it's basically, we can do most of the HTTP. So this means that this is quite hard to achieve with simply using a single open platform piece of software, because there's no defined end goals. There's no perfect geometry. We have a constant ongoing construction which defines the design. Therefore, such systems require real-time data management and processing. This is where the open platform digital fabrication comes to play. So the aim of the open platform implementation digital fabrication is to specifically take advantage of the software diversity to interface all available open platform software and hardware as submodules in a general system. Because, of course, many of the tools needed for digital fabrication already exist on their own, such as the APIs for 3D scanner access, motion tracking, robot controllers, IoT, and everything. So to announce a project that's happening very close in the future, I've been personally working with Node-RED as a setup for this open platform digital fabrication connection system as both on a smartphone as for wearable research and as a home lab server for internet-based multi-project management. So a very interesting upcoming project that hopefully demonstrates this concept of open platform digital fabrication is in collaboration with Sato Lab with University of Tokyo as well. We are designing a digital fabrication system for the construction of the Venice Biennale Pavilion for the UAE. In the future, I can't show anything just yet, but construction will start very soon. And I plan to launch a web API for access to all of the data sets, to a real-time data set of the scanned construction, as well as a web interface for visualizing it in real time. So contact me if anyone is interested. And so for the future, open platforms as city infrastructure. Now, I didn't really write anything here because I thought I would run out of time, but so I hope to extend my own research into larger scale, such as city scale data management. And also, due to the similarities between IoT data management, big data management, also combine this digital fabrication within the context of this other data. So, of course, with new data sets like the Plateau recently released, I think it's possible in the near future to think of digital fabrication for entire urban environments, rather than the current scale that we tend to work in. はい。以上で。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。オープンプラットフォーム、デジタルファブリケーション、いいですね。なんか、石津さん、ね、とぜひ、なんか、会で話してもらいたいなって思いました。ありがとうございました。はい。はい。では、続きまして、野ヶ谷大学の奈良原さん、よろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい。よろしくお願いします。今聞こえてますかね。画面共有の方させてもらいますね。はい、聞こえてます。はい。これで今、画面が全部共有されている状態ですかね。はい、見えてます。はい。では、よろしくお願いいたします。今日はファブロッサムっていうパビリオンの紹介になりますが、パビリオンっていう紹介をする中で、パブで許容する素材の自由っていうものをテーマにお話ししていきます。その前に我々チームの自己紹介を軽くさせていただきたく思いまして、我々 ND3M、名古屋デジタルデザインデベロッパーズミーティングというグループをやっておりまして、このグループっていうのは、建築と異分野の融合っていうものを軸として、過去から未来へ時間軸を横断しながら、研究や思考、議論などを作成もする学生のチームになっていますね。で、その中で私は、名古屋大学、工学部の建築学科、今年から B さんになります、奈原孝則というふうに申します。よろしくお願いいたします。年間を通してこのチームでは、制作や研究を行っています。で、今日お話しするのは、一番最近のプロジェクト、ファブロッサム、屋上に制作したパビリオンになります。で、これは、ライムデザインの篠本さんという方が主催である、青空ルネサンスの会場構成を我々 ND3M が担当し、屋上のシンボルになるようなパビリオンというものを作成しました。実際にこのように屋上に、広場のようなものを設けるイベントになっていますが、屋上という場所から名古屋を活性化させていこうというのが、我々のクライアント篠本さんのビジョンになります。で、そこに設置する屋上のパビリオンを私たちがデザインさせていただきました。で、これは、シネマアートグラファーの大江淳平さんに作成していた動画ですが、今日は私たちのそのファブロッサムというパビリオンについて制作から完成までプロセスの方をお話ししていきたいと思います。桜をテーマにデジファブで屋上彫刻を作ってほしいというのが篠本さんの我々への依頼でした。で、そこで私たちが考えたのは、桜の花びらというものをモチーフにした、一枚一枚のユニット、これがつながってできていく幾何学的な模様になります。で、これをくるりと丸めるような形でチューブにする。これが基本的なパビリオンの形状の元になります。で、この形状の特徴っていうのが一つありまして、このようにですね、先ほど、桜のユニットを丸めたものは、折り紙のようにしてこう畳んだり開いたりすることができる。これによっていろいろな形を生み出していくことができる。そういった特徴を持っています。で、これのもう一つ大きな特徴っていうのは、布の生地を、引っ張った状態、その上に直接 3D プリントをするということで、接着剤などを使うことなく、このような布の上に 3D プリントをするという、新しい素材の使い方を実現している点にあります。でですね、実際に 3D プリンターから外す様子なんですが、こんな風にして布の上に直接 3D プリントされたもの、これを外していきながら、実際に作っています。で、今、動画の方で若干見えているんですが、結構このように樹脂が歪んでいくんですね。で、これっていうのが、布の引っ張り具合によって曲がり具合がだんだんと変わっていく、そういう揺らぎを持ったデザインになっていて、実際にこのように固まると、形がだんだんと決まってきます。で、このプリントする際にも、時間の短縮とか定着、布に 3D プリントするので接着剤なしで、きちんとくっつくように、G コードの方へ編集したり、厚さなどを変えながら試行錯誤を繰り返していきました。で、施工の段階に入ると、このような形でユニットを実際に組み立てていくんですが、最終的に屋上に搬入する際には、チューブに丸めた状態で、いくつかバラバラにしてあります。で、これを組み立てながら作っていくんですが、このパビリオンの面白い特徴として、
バラシと組み立てが割と簡単にできるという点があります。そのため、毎日形を変えながらパビリオンを作っていくことができるんですね。で、こうした形の使い方はどういうふうに決めているかというと、屋上当日の風の強さであったり、日光の加減であったり、そういうものを見ながら臨機応変にデザインを決めていくことができる。それが面白さになっています。で、今回の大きなテーマ、ファブで共用する素材の自由というのはどういうことかというと、今回の布の上に 3D プリントを直接するっていうのは、プリントされた花びらの曲がり具合が布の張り具合によってだんだん変わっていくんですね。そういった素材の振る舞いとか自由さっていうのを、こちら側で許しながら作成していくことで、デジタルで設計していた段階では可視化されないデザインの面白さっていうものが生まれてきます。で、こういった素材の自由を共有していくデザインっていうのは、新しいデザインの仕方でもあるということで、私たちはデジファブを使って素材の自由を共有するデザインというものを作っていきました。以上になります。はい、ありがとうございます。すごいぴったりオンタイム。はい、面白いですね。布に直接。はい、そうですね。ありがとうございます。なんか後ろで振っている。後ろで。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。では、続きまして、3番目ですね。熊本高専の道狩さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ちょっと待ってください。来てますでしょうか？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。じゃあ始めさせていただきます。重すぎるプラトーを VR チャットに持っていった話ということで、始めさせていただきます。まず、自己紹介からです。道狩と申します。ハンドルネームです。で、熊本高専の建築専攻で、一応 VTuber ではないです。はい。で、何作ってるのって話なんですけど、機械学習でモーキャップしたり、建築 CG 作ったり、あとVR の中で過ごせる一軒家とかを販売しています。はい。で、今日話すことは2つ。VR のためのプラトーの軽量化、あと VR チャットにこだわる必要はないよっていうお話です。知ってる人いるかと思いますが、一応説明します。プラトーって何？ VR チャットって何っていうところで、プラトーは国交省の 3D 都市モデルのオープンデータをオープンデータ化しようというプロジェクトです。で、別に 3D モデルってわけじゃなくて、例えば建築の建物の用途だったり、線路がどこにあるかなとか、建物とかどのくらいかなっていうのをレイヤー分けして表示できたりします。で、VR チャットはこんな感じでオキュラスクエストって言うんですけど、頭に被る VR ヘッドセットを被って、で、VR の中で DJ のイベントに参加したり、あとこれなんだ？鳥に餌与えたり、あと左下の画像みたいにプレゼンしたり、あと猫の動画見たり、いろいろできます。で、先月の26日、プラトのデータが公開されて、じゃあとりあえず VR チャット持っていくかということで持っていきました。でそれがこんな感じです。で、これ、ただに Unity に突っ込んだだけで、特に問題なさそうに見えるんですけど、このデータ実は渋谷のモデルだけで14万ポリゴンありまして、で、テクスチャも重いテフ形式の7000枚ってことで、重すぎる、軽量化しようというところで、軽量化のワークフローを考えました。で、そのワークフローがこちらです。プラトーは、CityGML っていう、地理情報の CityGML っていう形式がありまして、それを FME デスクトップっていう、ノードプログラミングのソフトを経由して、で、OVJ っていう 3D の形式に変換。で、その後、テクスチャ3D モデルの画像、模様ですね。模様ですね。模様の画像を一個にしてあげたり、少なくしてあげたりして、さらに軽量化して、で、Unity でゴニョゴニョして、で、VR チャットは SDK っていうデベロッパーメントキットがあるので、それでうまいこと加工してあげて VR チャットに持っていきました。で、その結果、CityGML から OBJ に持っていったら、Unity の読み込み時間が30分から30秒に減りました。で、多分マテリアルデータが追加されてたのと、あと、テクスチャが軽めのピングになったことが多分原因と思われます。で、これをさらに Cinema 4D と Unity で軽量化しました。で、これをするとですね、FPS が MAX の90まで上昇しまして、で、ワールド容量も半分になりました。で、こんな感じ。軽くなったので、マルチプレイヤー、2人以上ですね。4人くらいで入りましたね、この時は。
そんな感じで何人入っても大丈夫なくらい軽量化できました。で、これはシン・ゴジラの真似なんですけど、こうやって東京駅を踏まないように頑張ってました。はい。で、ただ VR チャット特有の問題がありまして、例えば見える範囲だけその都度データを読み込みたい。Google Earth みたいにですね、読み込みたいという希望があったんですけど、デベロッパーメントキットで扱える範囲を超えるということでダメでした。で、だったら必要な 3D データを全部配置すればいいじゃないかっていうのもあるんですけど、200メガ以上はVR チャットの使用上一般公開ができませんということで、これも諦めました。で、残った案で、じゃあテクスチャの解像度を下げればもう容量下がっちゃうよねってことなんですけど、これもVR 特有で、VR のユーザーっていうのはオブジェクトにすごく近づくんですよね。ってことは普通のゲームよりもテクスチャの解像度を下げるとクオリティが一気に下がっちゃうのがバレちゃいます。というところでまとめです。はい。プラトーの軽量化は十分可能であるが、VR チャットに応用するためにはオブジェクト数の妥協が必要。減らそうということです。で、さらに VR ではオブジェクトに近寄らせない工夫が必要というまとめでした。で、おまけです。VR 始めてみようと思っている人へ、VR チャットという有名なプラットフォームがあるんですけども、僕は今ポテンシャルがすごく高いNeosVR っていうのをお勧めしてますんで、ぜひ行ってみてください。以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、いいですね。ゴジラになれる。ゴジラになれます。はい。ぜひですね、今公開している VR チャットのワールドとかもですね、コメントというか、YouTube の方にですね、なんか記載していただければ、今日、わかりました。遊びに行けると思うので、わかりました。ぜひよろしくお願いいたします。わかりました。はい。ありがとうございました。じゃあ、続きましてですね、ホロラボの酒井さん、よろしくお願いいたします。はい。画面共有入ってますかね。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。お願いします。はい。じゃあ、発表始めさせていただきます。私の方から、プロジェクトプラトーの東京23区モデルを結合したホロレンズ2で発表させてみたというところで発表させていただきます。で、最初は自己紹介なんですけども、私、酒井達也と申します。今、株式会社ホロラボというところで、ミックススペースっていうアプリケーションの、ホロレンズアプリケーションの開発をやってます。はい。でも先ほどちょっとちらっと出たんで、ここは簡単に。一応、プロジェクトプラトーっていうのがあって、で、LOD1 と LOD2 って大きく分かれてるんですけども、こちらの方の、今度はこちら、LOD1 の方を結合して、ちょっと表示させてみたっていうものになりますと。で、こんな感じですね。東京23全部結合して、俯瞰で見た感じがこんな感じになりますと。はい。で、まず作る方法なんですけど、今回はFBX 公開されているのを使用して使いました。で、これ、G 空間情報センターというところからダウンロードできるので、こんな感じで辿っていって、一応10キロ四方かなの、ファイルに分かれているので、これ全部落としてきますと。で、一つのファイルこんな感じになっているので、今回はDEM、地面のモデルと、あと LOD1 のモデルを使用しました。で、ファイルの結合は、ブレンダーを使ってます。ブレンダー、GUI で最初一気にインポートしようとしたんですけども、これ結構うまくいかなかったので、バックグラウンドモードで、バッチ処理で結合処理を行いました。で、バッチ処理のスクリプトは Python で書くんですけども、下の2つのページでちょうど公開されている方がいらっしゃったので、上の方のサイトの方では、FBX のインポートとエクスポートで、下の方のサイトの方から負担軽減のための名詞の結合の方を使わせていただいて、結合しました。で、結合処理実行します。で、時間かかるのと、あと、ブレンダー1アプリにつき1セットしか使ってくれないみたいなので、4つ同時実行をしています。で、大体、この書いてある環境で8時間ぐらいかかりました。どっちかっていうとメモリがネックで大体8GB ぐらい使うので、ちょっと4セットしか
同時にできなかったという感じです。ただ、結合単位をちょっと今回、10教手法の単位ごとに結合したんですけど、これを縮小していって300メガバイトになるように分割すると、4.5時間になったので、これ多分もうちょっと減らすともっと早くなるのかなとは思ってます。で、できたのがこんな感じのモデルですと。で、これをホロレンズ2で表示するんですけども、結合したファイル850メガバイト、4950万ポリゴンになって、これまず3のホロレンズ2では表示不可能なので、今回はミクスペースリモートレンダリングというのを使用しました。私たちが開発しているサービスを利用しました。で、これ、描画部分に Azure リモートレンダリングっていう、Azure のクラウドレンダリングを行う機能を使って、これ、数億ポリゴンのモデルも描画可能で、4950万ポリゴンのファイルは十分いけるでしょうっていうので試してみました。はい。で、で、表示したものなんですけども、はい。で、こんな感じで、今、どの辺から行ってるんですか、新宿のあたりから大手町の方に向かって、こう移動していくっていうので、こんな感じで、ホロレンズ2でもリモートレンダリングのパワーでこうサクサク動くっていうような感じになってます。数億ポリゴン動かせるものなので、5000万ポリゴンぐらいならもう楽勝でしょっていう感じですね。こんな感じで、こう、簡単に動かせてますと。オンラインで、クラウドでレンダリングしてるんですけど、遅延とかもほとんどないので、普通に見てるのと同じように見えてます。で、最後なんですけど、こんな感じで、わりかし、なんですかね、マシンパワーで殴れば大体簡単にできるので、ぜひやってみてくださいっていうのと、あと、CTGML の本丸、プラットの本丸は CTGML の都市情報のそことの活用を期待してます。で、BIM を活用した事例集とかもあるみたいなので、ぜひぜひ、そういう方向での相乗効果っていうのも期待しているという感じです。はい、ちょっと時間かな。以上となります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。面白い。皆さん、素晴らしいですね。今日はもう最後、2本立てでプラトーができたので、ぜひですね、ユニティ、アンリアル、両方ともでですね、プラトー、描画できるので、両方とも無料で扱えるので、ぜひ、今すぐにダウンロードして、この土日にですね、試してみてくださいというところですね。そのプラトーが公開になった時にね、オープンチャットの方とかでも、ディスコードの方で結構盛り上がっていったのが、すごいコミュニティとして嬉しいなと思って拝見しておりました。実際にね、そこで試してみて、で、わからないところを情報交換したりだとか、で、その情報交換の成果みたいなところをですね、また LT で発表してもらうみたいなものが、サイクル回っていけたらいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。はい。事務局としては。はい。はい。皆さんありがとうございました。これで本日の LT は終了になりますね。はい。はい。ありがとうございます。はい。では。はい。締めに入りますか？締めに入りたいところではあるんですが、ちょっと何かコメントとかちょっと見た方がいいのかな。でもあんまり質問に関してはないのかな。登壇者の方々とかでそれぞれにご質問とかはあったりはしますでしょうか、皆さん。はい。なんかこういうこと聞いてみたいとか、こういうこと面白かったとかですね。もしあればですね、LT の登壇された方にも構わないですし、メインセッションに登壇された方でも構わないですし、何かありますかね。もし可能でしたら皆さんもビデオをオンにしていただいても OK です。はい。加瀬ですけど、すみません。はい。はい。大した話じゃないんですけど、最後に発表いただいた酒井さんに、あれ、数万ポリゴンのレンダリングをクラウドベースでやってた時の表示って、あれ、テクスチャーは消してるんですか？そうですね。一応 LOD1 テクスチャがなかったと思うので、はい。今回入れてない感じですね。はい。2以降はやったら同じように動きそうなんですかね。クラウドレンダリングを使えば。
そうですね。2であれば入れでいけると思います。なるほど。非常にあれですね。あれってちなみにごめんなさい。あそこのサービスについて詳しくはないんですけど、やっぱり多分向こう側でガリガリ GPU で計算しまくってんだと思うんですけど、やっぱりラーニングコストが結構高かったりするもんなんですか、ああいうのって。そうですね。ちょっと、時間あたりのお値段がかかっちゃうっていう感じですね。はい。でもやっぱ力技って感じですね。でもそれができちゃうっていうのは素晴らしいと思いました。そうですね。はい。確か大体ですね、プランがスタンダードとプレミアム両方ありまして、プレミアムだと1時間、リージョンが、アジアで1000円か2000円とかだった気がしますね。ああ、そこまで言ってもあれですね。こういう、アジュールなんですけど、海外ではちょっと高めの設定にはなっているっていう感じです、ね。そうなんだ。でも個人 B2C とかだったらやっぱりそのぐらいの単価じゃないとね、楽しめないですもんね。そうですね。思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイッターの方ではそんなに質問っていう質問はちょっと今見当たらない感じですかね。大丈夫そうですかね。引き続き懇親会の方とかでも思い立った質問とか何かあったらそこの場所でお話しいただければいいかなと思います。そうしましたら、もう一回祭りのフェスタのところとラップアップに参りましょうか。はい、進んでいきたいと思います。はい。はい。冒頭にもですね、ご説明しました通り、4月12日に、本格稼働のお祭りがありますので、途中からですね、参加された方々とかいらっしゃると思うので、ぜひこちらもですね、参加いただければいいかなと思います。はい。こちらの、建築情報学会祭、学会祭り、フェスタ学会祭に関しましては、学会が、4月1日から本格稼働となりまして、委員会の活動ですとか、そもそも学会としての活動として、例えば、論文をどうするのかとか、投稿受け付けてるのかなみたいなところもあると思うので、この間、論文投稿規定の方も公開されたんですけれども、その辺の詳細ですとかね、あとは今後の活動をどうしていくのかみたいなところがご紹介できればなと思っております。ぜひですね、ご視聴いただければなと思います。はい。はい。はい、この後ですね、はい。この後、懇親会の方を、させていただきます。で、すでに、建築情報学会の、Discord のチャンネルにご参加の方はですね、ミートアップ懇親会場っていうのが、できていますので、そちらの方に、移行してください。で、本日はですね、多分一つ、チャンネルを作っていますので、そちらの方にみんなで入っていくと。で、なんかこう、混在しちゃうなって時があれば、2つに、しようかなと思っております。はい、で、Discord のチャンネルに参加されていない方ですね、はこちらの QR コード、もしくは、なんか参加できないよっていうのは、私か、ハッシュタグ建築情報学会で、入れないよって言っていただければ、運営の方がですね、拾って、DM 等々で、あとはリプライ等々で、こう、入り方をこうご連絡しますので、ぜひ活用してください。これはもう移行しちゃいますか？それとも、一応、そのまま9時まで待つ必要はないかなとは思うんですが。そうですね。はい、移行できる人はそのまま移行していただいて、はい。でいいと思います。はい。で、ミートアップの方のその懇親会なんですけれども、ビデオをオンにしてしまうと、ちょっと人数制限がなかなかシビアなところがあるので、画面共有と音声のみで、参加していただければと思います。はい。発言はいつでも大歓迎なので、よろしくお願いいたします。それでは皆さんですね、登壇者の方もDiscord の方へ移っていただけますと、はい、幸いです。ちょっと画面の方はまだこのまんま、Discord の招待、そうですね、そちらの方で、はい、少し配信していただけると幸いです。はい。それでは、そうだ、次回、大変だ。そうだ、そうでしたね。忘れてました。大事な告知を忘れておりました。次回、ミートアップボリューム
3なんですが、6月頃に、やろうという予定になっております。で、偶数 LT だったりと、偶数月でやろうかなと。で、まあ、だいたい頭の方でやれればいいかなと思っていますので、ぜひ、こういう発表の機会もありますので、LT のネタをですね、仕込んどいて、そろそろ来るかなって時に放出するような、あとは Twitter でもですね、ハッシュタグつけて、自分こんなことやってんだよっていうのを建築情報学会でハッシュタグつけてもですね、結構いろんな方がチェックしているので拾ってくれるかなと思うので、ぜひこのハッシュタグうまく活用してください。じゃあ、皆さん、移行の方をお願いいたします。はい。配信については21時頃までこの QR コードを出しておこうかなと思いますので、ご準備できた方は Discord の懇親会会場の方へ、ご移行をお願いいたします。はい。それでは、私たちも一応懇親会場の方に音声の方を移したいと思います。はい。はい。では、皆様、はい。はい、ご登壇いただきありがとうございました。ご視聴いただいた皆様もありがとうございました。では、失礼いたします。失礼します。